こんにちは。本日もいきなりですが始まっとりますスパロボ F。以前にあった水泳部の第2弾になりまするでよ。マップは今回も地上ルートの打ち上げ基地でやっとります。そして今回は前回のポセイダル軍に変わりまして、リターンズの皆さんに海中までご足労いただいてもらっておりまするでよ。もうもちほぼフル改造を施しておりますので、なかなか見て弱いメンツとなっておりますのよ。ポセイダル軍の時は難敵なんちゃってブラッドテンプルの HP 回復台が我らが水泳部の前に立ちふさがりましてですね、削れども回復されて、マジでこれ勝てんのかって思いましたが、なんとかどうにか押し切りまして、最後は勝利を収めることができましたが、今回は相手がリターンズなので HP 回復するユニットはおりませんので楽勝です。って思いますよね。でもあいつが、リターンズにはあいつがいるのです。木星帰りの男パプテますが、リターンズにはいるのです。なんたってあいつの、避けやがったミラライラ。92%避けやがった。しかも槍をルビムサで戦況。話を戻して白っ子のカルユニット、王はなぜかはわかりませんが、海泳仕様の弱点なしの機体となっておりまして、我らが水泳部でも相当に苦労させられることが予想されまする。しかも2回行動するメンツがかなりの数おりますよってに、袋叩きに遭うのは必死で、今度は当ててくれました。そう袋叩きに遭わないように、我らの3機は少し距離取って、敵の攻撃分散させよかと、まずは展開させております。そう我らが水泳部ももちろん、フル会場で臨んでおりますので、ガチンコ勝負だティターンズ。やっぱね、ポセイダル軍の時よりか、命中率が悪かばい。これでも例のごとく強化パーツを、海底要塞ブードにはサイコフレームを、ドラゴノザウルスとガギエルには、ファティマを装備させとるんですよ。ウラニア号は本来は、ティターンズ軍ではありませんが、みなしティターンズ軍だと思ったので、今回加えておりますよってに、ご理解をばくださりませ。説明が全然落ち着いてないけどどんどん話は進んでる。裏にはいろいろ種類がありますけども、最終盤でお目見えするマップ兵器を備えました最強の裏木を今回は野団隊に与えてやっておるべいさー。敵の数の方が圧倒的に多いから、撃たれることはほぼないと思われますが固まるのだけは気をつけないといけませぬ。バウンドドッグは海中では使える武器がほぼないぜ。で3000でボツデータのサラザビアロフも今回は参戦させておりますが、残念無念のスパロボ F では、森の奥もカラスアテネもメッサーラだってありませんので、ラブスレイかマラサイに乗せようかと思いましたがやめました。敵は強い方が面白いと思ってるアスゲンなので、ティターンズとは関係ありませんが、今回からはゲスト分ユニットのライブゲイオスに登場させてみましたのよ。活かすでしょ。ちなみにレベルは敵味方ともにレベル60となっております。ノンリセットでやっております。ね、ランケルだってそこそこやるでしょ。スパロボ世界で一人勝手に総活躍社会を目指しております。ザコが大好きアスゲンです。相変わらずの AT フィールドほぼ無敵。今回はスパロボ世界では、冷遇されとる水中仕様のユニットに、スポットライトを当てまして、活躍させとりますアスゲンです。シャア専用ズゴックも、いつかは使うてみたいもんじゃ。前回はレーザーしか備えてなかった、サージオーパスは攻撃不可でしたが、今回はアレキサンドリアや、ドゴスギアは、ミサイル攻撃できますよてに、攻撃不可にはなとりませんぜ。だから怖いのは超強気の、バスクが鎮座するドゴスギアかな。多分、ジャマイカンとガジカン長は敵じゃないと思っとる。ロザミアバダム少尉のサイコガンダムマーク2はどんなもんじゃろ。やっとヤザンは他の2人とは格が違うでしかも避けよた。今度はグードを狙ってきましたよん。抜け目ねえなゲーブルの野郎。防御で1500はヤバすぎる。もしかして、めちゃんこヤバいんじゃなかろうか。そうなんですわ。当分このギガブラスターには遠距離から攻撃され続けて耐え忍ぶしかないという展開が繰り返されそうです。振り力られたらやばいのかどうなんじゃろか。やっと AT フィールド様っす。ジオ来たー。海への上に白っ子だからとっても危ない危険です。防御してなかったら4000ジェットは考えただけでも恐ろしいべ。
てかサバウンドドッグ1機と、サイコガンダムマーク2が予想外にも、基地横の陸地へと上陸してたね。お前ガギエルか。ガギエルを陸地角に移動させたのが間違いだったというのかい。あ、そう。今回ドラゴノザウルス君は、一味違う感じに仕上がっとります。前回の反省を踏まえまして、人工知能海軍に代わるパイロットを探し出しまして、新たなるパイロット、人工知能海軍にご登場いただいてもらっておりまするのよ。探してみたら、人工知能海軍は他にも、たくさんおりましてですね、多分予想するに、ボセイダルルートの最終盤で、登場するモビルドールのやつだと思われる人工知能海軍がですね、7頭見えだったので、これ見よがしにハイ採用ってな感じでちゃっかり登場させておりますでよ。やっぱハンブラビ卿の今日は、手強いかも。そうだから今回のドラゴノザウルス君は、フルに能力発揮してくれますぜ。こうご期待。さすがのジェリドはそこそこやるべな。いやー当たらん。どいつもこいつも、よう避けよる。ジオンはラスボスクラスなので、前回の、なんちゃってブラッドテンプル同様に、鼻からハイスペック仕様の、機体なので、唯一例外無改造ですあしからず。王の弱点は切り払いができないことぐらいかな。恐ろしいのが10段階改造のライブゲイオスのハイスペックさ。ゲスト軍ユニットは弱点がありませんのでも注意エース。可愛くないでしょ。全然可愛くないのさ。だからオート双璧を成しております難敵です。ようやく、隔離コンメを撃墜なり。もちろんバウンドドッグもジェリドやゲイツの今日の方を使用しておりますぜ。序盤ですでに1万以上削られてる。余裕かと思いきや、やっぱり当たらん超やべえ。ジオンとライブゲイオスやれるのはまだまだ先になりそうじゃから、考えただけでも恐ろしいのに、他やるのにも苦労している現状だお。ようやくライラも撃墜できたよ。それでもまだまだ残ってるじゃん。わりかし柔らかいけど、なかなか当たらんモビルスーツかな。強いぞドラちゃん。持ち足マーも今日のを使用してますが念のその、通用しませんドラちゃんには。なんたって海エイですから今回は。ちょっとでもいいとこあったと思ったら、グッドボタンをポチッとね、押してくれると嬉しいです。ドラ、ゴノゴノ、ギリギリ残りよた。スパロボ F の欠点は、獲得資金がケチってるのと、強いくせに敵のレベルが低いこと。これが改善されれば初見の方でも、そこそこ楽しくやれんじゃなかろうかと思っておりますアスゲンです。改造したくても軍資金が、全然足りなくてレベルも低いし絶望する。そんなスパロボなんかはごめんだぜ。そうは思わない？時間泥棒すぎるのよ。じゃじゃー、ヤザンが、ロードをつけ回しとる。海次早く切れとくれー。未だ無傷のブラビアザン、いつまで経っても終わりそうにないから、怖いけどもだ反撃するぞ。ギリギリかなりヤバくなってきたが、渦巻き攻撃を避けられたー。やられ損です踏んだり蹴たり。やっぱきついな。どうにかコミからのサスの攻撃は、徐々に効かなくなってきてるー。またかわされた勘弁してくれー。サリとて資金マックスになるコードはさ、味気ないのでめったに使わん。今度は切り払いですかそうですか。残念ながらマウアーのダブスレイは、ちょっと他より見劣りします。こいつだけうまい具合にいかなかったの。だから一撃で沈んじゃうほど、弱っちいのさごめん遊ばせ。なぜだかコードが反映しなかったのよ。間違ってるかすでにパンパンなのかは、わかりませんがマウアーごめんな。今度は武器が切れないように、しないといけない。ゲーツは海だと活躍しないみたいじゃね。やっぱ宇宙で生きるニュタイプ、キュリ攻撃も使えませんし、格闘だけでは敵の山。さあ、アシュラ男爵やっておしまい。しかし当てるのがちと面倒か。よっしゃー、白っ子はガギエルに来てくれたんだぜラッキッキー。ふぎゃー、AT フィールド、破られたー。しかしこっちも負けてない。とはいえノーガードでやり合っては、回復よりかダメージが上回ってしまいそうなので、あんましノーガードじゃと危険すぎる。やばい。東に逃げ出したいのに囲まれた。これじゃリクレクビットの餌食だべ。いやーしくじりましたな。陸に近づきすぎてたとは、確かに射程が8もあるもんね。いやー、
自分で配置しといてなんですが、ギガブラスターは厄介極まりないぜ。ジャプラン倒してなんとか動線確保できたぜよ。いやどなんじゃろか、リフレクビットは海でも使用できるのかなさかわからん。ビーム兵器じゃなかったけど。無教陸からリフレクビットはダメだよロザミー。AT フィールドで助かりんこ。ってなこと言うてたら、クリティカルであっさりぶち抜かれた。もしかしてもしかして来たー。2回行動なってました。一番ザこそなら無差スに攻撃させながら敵の戦艦部隊に近づいてって対艦対戦を仕掛けていくような感じに指定効果と画策してるぜ。袖の手強敵どもに囲まれとるガギエルフォンにはリフレクビットの射程外ヘと対比してもろてサイコ砲をやってもらおう。残念無念のサイコガンダムは武器が全てビム兵器で反撃する術も通らないみたい。かわいそうじゃが鉄の塊。むっはっはっは触手攻撃当たったぞ。ダンケルクにも終わりも近い。さあ逃げましょ MS から。戦艦扱いのブードには戦艦同士で叩き当てもらおう。最悪ライブゲーオスの横に張り付いちゃったら攻撃武器は少しマイルドになりますさかいに。機関砲など機関車トーマス流こと機関、意味なし。ちょっち怖いが反撃だ。うるせえカブトムシ。ジュオー。地下じゃ地下、あっさり力で破られてもうた。甘かった。やっぱ攻撃力が半端ない。連続もろたらダメじゃダメ。後で調べてみましたら、やっぱガギエルだけ技量が200切ってましてねそら力れるわ。使徒の弱点技量だったか。ゆくゆくは PS1 周りのスパロボもさらっていこうかと思っておりますので、この機にチャンネル登録ポチッとね。気になる方はポチッとね。押してくれるととっても嬉しいアスゲンです。よしよし綺麗に分断でけてる。でけてます成功。我々、スパロボスエーブは、スパロボシップに乗っ取りまして、あくまで基本、ノンリセットでやっております。そう今回はスエーブのレベルを固定してはおりませんので、レベルは多少上がると思われます。だからさ、アシュラ男爵ギリギリでしたが、レベルアップで2回行動になってくれたよラッキッキー。あれなかったら逃げられてなかったぜ。よっさー、79%当たったぞい。どこにあるんでしょうかティターンズカラーのガンダムマーク2のグラフィックは SS 版ではあるようだけども PS 版では見つけられてない。連続ヒッツじゃヒッツ今回のドラゴノザウルス君はとっても頼りになりまするよ。P と A じゃ違いすぎるってのもスパロボ F の欠点だね。いやー難敵、ニュタイプ難敵じゃ。それでもなんとかスエーブでも戦えとるのが嬉しいけどね。ビーム吸収はないけども、やっぱドラちゃんやってくれる。全然強いぜ頼もしい。おっとそろそろお時間ですわ。あらかた雑魚は片付いたが、まだまだ難敵どもは残っとります。さてはて後半戦では無事にスエーブだけで、俊敏なティターンズ軍を殲滅に追い込むことはできたでしょうか。どうでしょうか。それでは次回の後半戦で再びお目にかかりましょう。さようなら。